はロマネスコを切ります。これひっくり返してくださいね。でひっくり返してここのもしもここがちょっと汚いものがついていたらきれいに切り落としてください。こういう感じですね。でこの葉っぱ、ちっちゃい葉っぱはつけたまんまでいいです。そしてもう一つ大事なことはこちらをお鍋をね、お湯を沸かしておくことです。こうやって入れますので沸かしておきます。で真ん中に包丁を入れて、で先端に向かって包丁を入れていきます。硬いですので、新鮮なものであればあるほど硬いですので、ちょっと少しずつ入れていきます。で最後の方はちょっと割る感じでいいと思います。こんな風になりますね。この切り口もすごく面白いですよね。で今度はこれをまた半分に切ります。で途中まで包丁を入れたらちょっとこうやって割るようにしてください。で次また半分に割りますね。途中まで入れたら包丁を斜めにして割ります。で割ったものをこの中に入れていきます。少しずつ包丁をちょっとこう動かすようにしてこの芯の部分を切りますね。で芯の部分が切れたら割っていきます。そうするとあんまりこのボロボロが出なくて済みますね。でこれでだいたい4分から5分蒸します。マヨネーズを作ります。マヨネーズっていうともう買ってくるものっていうふうに思ってらっしゃる方が多いと思いますけれども、マヨネーズを自宅で作ると本当に美味しくできますので、それとその材料を吟味して作ることができるので、おすすめです。本当に美味しいです。必要な材料はですね、卵、まず卵ですね。今日は1個だけ使います。それからオリーブオイルと、お酢と、このお酢今日はワインビネガーですけれども お好みで結構ですよ。あとは塩、基本的にこの4つだけです。では作りますね。必要な道具はミキサーなんですけれども、このミキサーを使う理由というのは、マヨネーズを手作りする場合、こう下でこうボウルの中で泡立て器でかき混ぜているところにオイルを少しずつこうタラタラっと
入れていくんですけれども、その動作を一人でするってなかなか大変なんですよね。ですからこのミキサーに回しててもらう。だから作る人は入れるだけというとても楽な作り方です。でまず卵1個ですね。卵1個割り入れます。黄身が壊れても大丈夫ですので割り入れてください。それからお酢です。でこのお酢、今日はワインビネガー使いますけれども、ワインビネガーはかなり酸味がきついです。ですので、ピリッとしたなんていうんですかね、締まった、お味的に締まりのあるマヨネーズができると思いますけど、これはお好みで少しでも多くでもお好みの量入れてください。だいたい大さじ1から、少なくて1ぐらい、ちょっと酸っぱいのがいいなと思ったら2ぐらい入れてくださいね。それからあとは塩ですね。塩気もお好みです。で塩気に気をつけなきゃいけない方はちょっと少なめに入れていただければいいと思います。でまずここで、回しますね。でここで回したらこれから、オイルを入れますけれども、今日はオリーブオイルを使いますけれど、お好みの、オイルをお使いいただいて大丈夫です。であとオイルをミックスすることもできます。で、下をこう回しつつ入れていきます。ちょっと今音が大きいので、声が聞こえないといけませんので止めますけれども、この今オイルをこう少しずつ垂らしながら入れていきます。そうすると下が回ってるんですけれども、出来上がってくると回らなくなります。なので回らなくなるまで入れればよいということですね。で回らなくなってきましたので、もうこれで出来上がりですね。このミキサーはこの蓋が真ん中が取れるようになってるんですね。穴が開くんです。ですから今の作り方とてもやりやすいですけれども、こういうふうになっていない普通のパカッとした蓋の場合はアルミ箔をお使いください。こうやってかぶるくらいの、大きさに切ってで穴を開けるだけです。で周りに飛び散らなくていいようにするためだけですので、こうやって穴を開けたアルミ箔をかぶせていただいて、ここからオイルを入れればいいですね。はい。でこのミキサーは、下が外れるタイプなんですね。ですから今日は下を外しますけれども、外れなかったら普通にこうやってかき出してください。これとても便利で外れるんですね。だから完全に全部取り出すことができます。
でこの葉の下にこのパッキンがついてるので、これもきれいに洗って、次にまた使います。菜の花、よくこういう袋に入って売ってますけれども、開けてみましょうか。こういうふうにキュッと詰まって入ってますけれど、大抵こうお花のところをてっぺんにして、ここでこう折られています。こんなになんか少しかわいそうな状態で売られています。菜の花を洗ってきました。この菜の花ね、これ見ていただくと分かるように、お花がつぼみがここにあって、本当は葉っぱがこうなってるんですよね。こういうふうになってるのね。それがここで折られていますので、その状態をよく確認してください。で、ここをちょっと切りますね。切ってこの中に、ざるをかませたボウルの中にこう切り口を下にして入れていきます。切るのは硬いからですか？いえ、お水を吸わせるためです。切り口を新しくすることでお水を吸って、この菜の花がピンピンになりますので、ピンピンになってからお料理しないと美味しくないんですね。このままこうよれとなったまんま茹でてもあまり美味しくないですので、これを元の畑にいた時のように元気にしてあげる。これが美味しく食べるコツです。まず第一にこれをやっていただくといいと思います。水は冷たい水。そうですね。お水はできるだけ冷たいお水で、ちょっとぬるいなと思ったら氷を入れてください。で、蓋をして、でこのまま冷蔵庫にしばらく入れます。これがどうなるかっていうと、全く同じ量ですけれども、こんなになるんですね。こんなに本当に生き生きと、本当はこんなに大きかったんだっていう、こんな風になりますので、ぜひここまで元に戻してあげてからお料理してくださいね。この最初の菜の花の新鮮度によりますけれども、すごくもうくちゃくちゃとなっていたらば一晩ぐらい冷蔵庫に入れてください。でそうでもなかったらもう数時間でこういう風になります。1時間ぐらいでなる場合もあります。それでは菜の花を茹でましょう。たっぷりのお湯を沸騰させます。でここにちょっとお塩入れますね。そしたら菜の花をいっぺんにたくさん入れないで、少しずつ、そうですね、3、4本ずつ、まず茎の方を下にして入れますね。でちょっとしばらく置いてから上の方を沈めます。でここの茎の硬さをちょっと確認してくださいね。で、ちょっと柔らかくなったらもうそれで引き上げてください。もういいですね。で冷水の中にすぐに入れます。
冷水に入れるのは意味は何でしょで色を止めるためとこのあったかいまんまにしておくと柔らかくなりすぎてしまうので、その硬さを止めるためですね。であんまり長くつけっぱなしにしないで、十分に冷めたら引き上げてください。でここで軽く絞っておきます。色がすごく綺麗ですよね。やっぱり菜の花を元気にしてあげると茹で上がりの色も全く違いますので、しわくちゃのまんまの菜の花を茹でないようにしましょうね。ではうちでよく食べる菜の花の食べ方をご紹介します。必要なものはマスタードとお醤油とオリーブオイルです。よくからし和えというのをやりますけれども、菜の花のからし和えって聞いたことがあると思いますけれども、うちではよくねこのオリーブオイル入れちゃうんですね。そうするととっても美味しくなります。で、色よく茹だった菜の花をもう一回絞ります。そうして先にボウルにお醤油とマスタードと、オリーブオイルを混ぜておきます。粒マスタードですか？はい、この粒マスタードもオーガニックなんですね。北海道で作られていて、本当に完璧なオーガニックなので安心して召し上がっていただけると思います。お醤油ですね。それからオリーブオイルね。でちょっと混ぜますね。分量は目分量ですか？そうですね、目分量ですね。はい、できました。